今私たちが当たり前だと思っているこの世界、その土台になっているシステムって、実はたった一つの50年も前の決断から始まってるんですよね。そしてその決断がまるで双子のような2つの国を全く正反対の運命に導いてしまったんです。さて今回はこの壮大な物語の謎に深く迫っていこうと思います。ちょっと想像してみてください。時は2026年3月。真夜中にスマホが鳴ってニュース速報が飛び込んできます。サウジアラビアの製油所にイランからとみられる無人機が命中。遠い国の話かななんて思ってたら、翌朝、あなたがいつも使ってるガソリンスタンドの値段がもう目の前でどんどん上がっていく。この遠い国の出来事がなぜ私たちの財布に直結するのか、その答えが今日のテーマなんです。まず、この数字を見てちょっと驚いてほしいんです。サウジアラビアとイラン。どっちも世界有数の石油大国で、埋蔵量も世界2位と3位ですから、ほとんど互角ですよね。なのに、国民一人当たりの豊かさを見てみると、なんと8倍もの差があるんです。8倍ですよ。信じられますか？なんでこんなにとんでもない差が生まれてしまったんでしょうか。その答えは、石油の量とか宗教とか、そういう話じゃないんです。すべては石油を売って手に入れたドル。そのドルがその後一体どこへ流れていったのか。その流れを決定づけたある秘密の取引に隠されているんです。じゃあ時間をぐっと遡ってみましょう。舞台は今から約50年前の1974年。まさに世界経済のルールそのものを根底からひっくり返したある歴史的な握手がありました。この取引が生まれるきっかけになったのが、1971年に起きた、いわば地政学的な2つの大地震です。まず一つは、アメリカが突然、もうドルと金は交換しませんと宣言した、いわゆるニクソンショック。世界の基軸通貨だったドルの信用が一気に揺らいだわけです。そしてもう一つが、イギリス軍がペルシャ湾からいなくなってしまったこと。これでサウジみたいな産油国は、自分たちの広大な油田を誰が守ってくれるんだと途方に暮れてしまったんですね。さて、ここでこのスライドを見てください。2つの大国がそれぞれ喉から手が出るほど欲しいものがあったんです。アメリカは金に代わる何か、世界中がドルを欲しがる新しい理由がもう図が火でも必要だった。一方のサウジアラビアは国の生命線である油田を守ってくれる強力な軍事力が絶対に欲しかった。この2つの欲しいものがまさにパズルのピースみたいにカチッとはまったんです。そして1974年、当時のキッシンジャー国務長官とサウジのファハド皇太子の間で歴史的な密約が結ばれます。これがペトロドラーシステム。要はこういうことです。サウジは石油を売るときは絶対にアメリカのドルでしか売りません。そして稼いだドルでアメリカの国債を買います。その代わりアメリカはサウジの安全は我が軍が保証します。こういう取引だったんです。この仕組み、はっきり言って天才的でした。ちょっと見てください。まず世界中の国が石油を買いたいなら最初に米ドルを手に入れなきゃいけない。これでドルの需要は永久に続きますよね。で、サウジはそのドルで石油を売る。そのドルはアメリカ国債という形でまたアメリカに戻ってくる。アメリカはそのお金で軍を動かしてサウジを守る。守られた油田からはまた石油が出てきてドルになる。どうですか、この完璧なサイクル。これが50年もの間世界を動かしてきたんです。しかし、もう一つの石油大国、イランはこの流れに乗りませんでした。いや、乗りたくても乗れなかったと言うべきかもしれません。全く違う道を歩むことになったんです。ここで一つ、すごく大事なことをお伝えしておきます。1970年代のイランって、決して遅れた国じゃなかったんですよ。むしろ逆で、近代化も進んで、教育水準も高くて、中東で最もイケてる国の一つだったんです。だからサウジと同じように、このペトロダラーのサイクルに乗るっていう未来も十分あり得たわけです。でも1979年、すべてが文字通りひっくり返ります。イスラム革命です。新しいリーダーになったホメイニ氏はアメリカのことを大悪魔と呼んで西側世界との完全な決別を宣言したんです。当然アメリカも黙ってなくて、すぐにイランの海外資産を全部凍結しました。この瞬間、イランはサウジが乗ったドルがぐるぐる回るあの豊かなサイクルから完全に弾き出されてしまったんです。さあ、ここが核心です。じゃあ、制裁で減ったとはいえ、まだ残っていたイランの石油収入は一体どこに消えていったのか。この図がその悲しい答えです。
国民の生活を良くするためにはほとんど使われなかった。そのお金の大部分は国内をがっちり固めるためのイスラム革命防衛隊っていう強力な組織とか、海外のヒズボラやハマスといった代理勢力への資金、そして世界との対立を深めるだけの核開発につぎ込まれてしまった。石油が国民を豊かにするための富じゃなくて、イデオロギーを広げるための燃料にされてしまった。これが悲劇の始まりだったんです。さて、ここからは少し視点を変えて、こういうマクロな経済の話が、じゃあそこに生きる一人の人間の人生に一体どんな影響を与えたのか、その人的なコストに焦点を当ててみたいと思います。ここで2人の架空の女性に登場してもらいましょう。サウジアラビアで働くエンジニアのファラー、そしてイランで働くエンジニアのシリン。2人は同じ世代で同じ石油協会にいます。でも彼女たちの人生はそれぞれの国が選んだ道のりをそのまま映し出す鏡のようなものになってしまったんです。このグラフを見てください。もう一目瞭然ですよね。サウジアラビアではビジョン2030っていう大きな改革で女性の社会進出がものすごく進んで、ファラーみたいな女性が活躍できる場所が爆発的に増えました。働く女性の割合がたった数年で倍以上になってるんです。一方でイランでは経済の悪化と社会の締め付けで、シリンのような優秀な女性が活躍するチャンスはむしろどんどん減ってしまっている。これが現実なんです。そしてシリンから最後に奪われたもの、それは世界とのつながりそのものでした。2022年に大きなデモが起きたのをきっかけに、イランのインターネットは少しずつでも確実に閉ざされていきました。昔は国際会議でファラと情報交換もしていたシリンは、2026年の1月8日、ついに外の世界との連絡手段をほぼ完全に断たれてしまうんです。さて、ここで話は冒頭の2026年の危機へと戻ります。私たちがここまで見てきた50年間も世界を支えてきたはずのあの安定したサイクルが今まさに壊れかかっているんです。最初のドローン攻撃から事態は一気にエスカレートします。イランは世界の石油輸送の大動脈ホルムズ海峡を事実上封鎖。ペトロダラーシステムの血液ともいえる石油の流れが物理的に力ずくで止められてしまった。原油価格はたった半月で倍近くに跳ね上がり、世界経済は大パニックです。なぜなら、このホルムズ海峡っていうのは世界の石油の実に 20%、つまり5分の1が通る場所だからです。まさに世界のエネルギーの喉元ですよね。この喉元を締められたら、世界経済は心臓が止まるのと同じなんです。で、これがなぜ私たちに関係あるのか。もう理由ははっきりしていますよね。ガソリン代、電気代、スーパーに並んでいる野菜や肉の値段、そして世界中から物を運んでくるためのコスト。このシステムの混乱は私たちの生活のありとあらゆる場所に直接的な負担となって跳ね返ってくるんです。そして今、ペトロダラーシステムは2つの巨大な圧力に挟まれています。一つは今まさに起きているホルムズ海峡の封鎖という物理的な脅威。そしてもう一つが中国やロシアが中心になって進めている、もうドルで石油を買うのはやめようぜっていう脱ドル化という金融面からの脅威です。50年間続いたサイクルが内と外から同時に壊されようとしているんです。ほとんど同じ量の石油を持っていた2つの国、片方はその石油をドルに、ドルを安全に、そして安全を国内への投資と国民へのチャンスに変えました。もう片方は石油をイデオロギーのための燃料に変えてしまい、その結果孤立と崩壊の道を歩んでしまった。結局石油っていうのはただの液体なんです。その液体が生み出す富をどういうサイクルに乗せるか、それが国の、そしてそこに住む一人一人の未来を決めてしまうんですね。最後に皆さんに一つ問いかけてみたいと思います。サウジアラビアは確かに繁栄を手にしました。でもその引き換えに自国の安全保障という国の根幹を50年間もアメリカという一つの国に委ねることになった。この取引、もしあなたが当事者だったら受け入れますか？ぜひあなたの考えも聞かせてください。